今日は1キロの鶏肉を使ってカッカジュオリジナルのチキンカレーを作ります。カッカジュは以前の動画でチキンカレーを作ってくれたことのある私のインドカレーの師匠のお父さんです。もちろんインド人ですよ。彼の作るカレーを食べると思わず美味しいとしか言えなくなります。スパイスをたっぷり使っているのに一つ一つの主張が消えて完璧に調和しているんです。今回その彼の作るチキンカレーを一部始終収録してきました。見ているだけでも新しい発見があると思うので、ぜひ最後までお楽しみくださいね。まずは深さのある鍋に自家製のマスタードオイルを入れます。その量は大さじでは測れないほどの量を使います。少なくとも 50cc は入れているのではないでしょうか。後でわかりますが、この油の量がスパイスと玉ねぎペーストを炒めるのにとても重要だとカッカジュは言っています。そしてしっかり時間をかけて中火で油を温めます。家で採れたマスタードから作ったこの油は 100% ピュア。添加物などは一切使っていないので、熱しても嫌な煙が出ず、とても安心して使えて味もいいんだと言っています。ちなみにここはカッカジュのファームハウス。彼女の家族はこのファームハウスで働きながらここで暮らしています。今は雨季の真っ只中で蚊も大量発生。そこで昔ながらの方法としてニームの枝を燃やして煙を焚くと蚊が近づかないそうです。油を温め始めてから約3分が経ちました。するとカッカジュはオイルの香りがしてきたね。と言います。そうしたらいよいよ材料を加えていきます。最初に加えるのはホールスパイス。1キロの鶏肉に対しての分量はベイリーフ5枚、シナモン6かけ、ブラックペッパー12個、クローブ6つ、ブラックカルダモン2つ、ナツメグ1つ、メース2つ、チャビラ1つを加えたら約5秒数えてすぐにクミンシードとシャヒジーラを乗せた玉ねぎペースト 300g を加えて炒めます。クミンなどの細かいスパイスは熱い油に直接入れるとすぐに焦げてしまうため、玉ねぎペーストと一緒に加えるのだそうです。ホールスパイスを入れてからほぼすぐに玉ねぎを入れたことに驚きだったので、ホールスパイスはもっと炒めなくても良いのと聞いたところ、しっかりマスタードオイルを熱々に熱したでしょ？油が高温だから数秒で十分なんだよって教えてくれました。これは今までのインドカレー作りライフを覆す結構な衝撃でした。ボウルに残った玉ねぎペーストも少量の水ですすいで加えていますね。数分動かさず炒めたら、ここでニンニクと生姜をペーストにしたもののうち、少量を加えて炒めます。残りのペーストは鶏肉を加えた後に加えるそうです。そうしないとニンニクと生姜の香りが飛んじゃうからねと言っていました。見ていてわかると思うのですが、決して急いで作りません。しっかりじっくり玉ねぎペーストを炒めて、油と玉ねぎが分離してきたら、塩適量を加えます。次にターメリックパウダーを加えるのですが、すでに鶏肉に塩とターメリックパウダーでマリネしていることを忘れないでね。と、カッカジュは言います。なので今加えるターメリックパウダーは少量です。そして鍋底にニンニクのペーストなどが焦げつきやすいので、かき混ぜながら炒め続けます。玉ねぎは甘みがあるので、完全にブラウンカラーになるまでしっかり炒めれば玉ねぎの甘い味はなくなると言います。香りを確認して、次にレッドチリパウダー約大さじ1、カシミールチリパウダーを少量加えて炒めます。カシミールチリパウダーは多すぎると赤がきつくなりすぎてしまうので入れすぎないようにねと言っていました。炒めたら、次にトマト3個をペーストにして加え、引き続き炒めます。トマト感は甘みがあるので、使うなら生のトマトの方がやっぱり美味しいよ。とも言っていました。3分ほどしっかり炒めたら、次にコリアンダーパウダーを大さじ6くらいでしょうか。たくさんのコリアンダーパウダーと、それに比べてガラムマサラは小さじ1程度の少量を加えて炒めます。
息子はパウダースパイスを水で溶いてから炒めるスタイルだけど、私はスパイスを加えるたびに、その都度しっかり炒めるんだ。玉ねぎを最初にしっかり炒めると玉ねぎのペーストと油が分離するって言ったよね。その油がパウダースパイスをしっかり炒めてくれるんだよ。じゃないとパウダースパイスも半生のような味になってしまうからね。だからパウダースパイスにきちんと火を通してから水を加えるといいよ。と、閣下樹は言っていました。そして、加える水の量を変えることで、グレービーをさらっとシャビシャビにするか、とろっとした濃いグレービーにするかを決められます。今回はライスと食べたいとオーダーしたので、多めの水を加えるそうです。水も一度に入れるのではなく、少しずつ加えては煮立たせ、また少し加えては煮立たせる、という作業を繰り返します。そうすることで、パウダースパイスがその度に水を吸いながら炒められるので、完璧に火が通るんだと言っていました。ここまで炒められたら、塩とターメリックパウダーを少々振ってマリネしておいた鶏肉 1kg を加えます。そして、ボウルの底に残った水分は鍋に入れないようにねと言っていました。ここは大きな都市ではなく、田舎の方なので、鶏肉を買いに行くとその場でさばいてくれます。そのため、1羽分丸々のいろいろな部位が入っています。インドで食べるチキンカレーが美味しいと思う理由は、このいろいろな部位を一緒に煮込む、これも大きいのではないのかな、と内心思っています。そして、日本にいるときは鶏肉を入れたら、鍋の蓋をしていち早く鶏肉に火を通したいと効率を優先にしていましたが、彼は言います。蓋はしないでね。蓋をすると鶏肉の匂いがカレーのグレービーに移ってしまうから。蓋を開けたまま調理すると、鶏肉の匂いが外に逃げるから最低でも最初の5分から10分は絶対蓋はしないで煮込んでね。と、過去にもインドでいろんな方のカレー作りを見てきたんですが、鶏肉でもマトンでも、お肉を入れたら蓋をした方が早く火が通るのに、なぜかみんな蓋をせずにずっとかき混ぜながら炒め続けているんですよね。その時は、ガスの無駄遣いじゃないかなって思ったんです。だって、みんながお金持ちなわけじゃないし、長時間の調理でガス代もバカにならないですからねって。ですが、閣下樹のおかげでようやくその理由がわかりました。美味しいものを食べるのも人生の大事な時間。そういう時にお金のことを考えない、インド人のマインドもなんだかいいな、って思う今日この頃です。ここで残りのニンニクと生姜のペーストを加えます。煮込んでいる間に、今回このチャンネル初登場のスパイスをご紹介します。まずはシャヒジーラ。シャヒジーラはクミンシードよりも細くて黒いのが特徴です。夫によると、シャヒジーラのシャヒはロイヤル、ジーラはクミンという意味だそう。英名を調べてみるとブラッククミン、ロイヤルクミンと表記されていました。ただ、ブラッククミンとネット検索をすると、黒ごまのような見た目のカロンジが出てくるのですが、多分それはどこかで名前が間違って伝わってしまっているんじゃないのかなって思います。また、シャヒジーラよりもう少し太めだけど、クミンよりは細い茶色よりのスパイスがありますが、それはキャラウェイ。シャヒジーラとキャラウェイは同じものと言っているサイトもありましたが、植物自体が違うそうで、個人的には違うんでないかなと思っています。もし詳しい方がいらっしゃったらぜひ教えてください。あと、このチャビラというスパイス。私の動画では初登場です。見た目が乾燥したキクラゲに見えるので、キクラゲと私は呼んでいます。そして、見た目が少しグロテスクなので、買ってきたことはあるものの、使わずじまいで敬遠していたスパイスの一つでした。閣下樹に聞いたところ、チャビラはフレーバーが素晴らしいんだよ。加えるととっても良い香りが出るんだ。とのこと。マトンカレーやビリヤニにも加えると美味しくなるらしく、スモーキーな風味と芳香のある深みをカレーに加えてくれるそうです。もし見つけたら試してみるのも良いかもしれません。続いて、プレーンヨーグルト約 100g を加えてかき混ぜます。約3分炒めたら、カスリメティ大さじ 1.5 を手で揉んで加えます。閣下樹も使用しているカスリメティのブランドはゴルディ。このエリアではよく売られているスパイスブランドなのですが、とにかく味も香りもとても良いんです。
今回列車の中でたまたまゴルディのセールスマンの方と出会って、そのカスリメティに対する熱い気持ちを伝えられて嬉しい旅の思い出にもなりました。次はチキンマサラです。小さじ1も入れていないのではないでしょうか。ベリーリトル。ほんの少しって言っていました。ガラムマサラもチキンマサラも一見万能なスパイスミックスに見えますが、本場の人は意外とたくさんは入れないんですよね。混ぜながらまだまだ煮込んでいきます。そうそう。この浮き上がっているオイルの量が気になって質問しました。私はいつも油をここまで大量に使わないんだけど、もっと油の量を減らして作ってもいいかな。すると、カッカジュは言います。気になるようだったら最後に表面に浮いた油を取り除けばいいよ。炒めるときに油が少ないとマサラは完璧に仕上がらないんだよね。スパイスは水だけじゃ仕上がらない。油が必要なんだ。なるほど。90% 調理が終わったところで、好みのゆるさにするべく、水を加えて強火にして一気に仕上げます。ぐつぐつ沸騰して2、3分経ったら火を止めて蓋をします。最後に刻んだコリアンダーリーフを加えて余熱で火を通します。そうしたら、カッカジュの作るチキンカレーは完成です。今回、美味しいと有名な他の方のカレーもご馳走になったんですが、本当に美味しいカレーには共通点がありました。それは1時間、2時間としっかり時間をかけて作っていること。そして驚いたのが、一口食べた瞬間、クミンの味がするとかではなく、どのスパイスが強いとか弱いとかでもなく、全部のスパイスが完璧に調和していて、ただただ美味しいと感じること。ああ、これが本物のスパイスカレーなんだ。ってことに、今回、初めて気づかされました。普段はいろいろなタスクをこなしながらの日々なので、どうやったら簡単に時短でカレーが作れるかばかり考えていましたが、久しぶりにやっぱり美味しいカレーってこうだよね、と再認識することができました。もう、日も落ちて暗くなってきたので、インドのお弁当箱、ティフィンに詰めて、持って帰っていただくことになりました。そして、昔ながらのウッドファイヤーで作るチャパティも作ってくれました。それがガスで焼くチャパティとは比べられないほど香ばしく美味しかったです。その様子はまたお届けしたいなと思っています。カッカジュの作るチキンカレーいかがでしたか？もしこの動画が皆さんのスパイスカレー作りの刺激になったり、新しいアイデアのヒントになったら私もすごく嬉しいです。では今日はこの辺で。また次回の動画でお会いしましょう。フィルミレンゲージ。